皆さんこんにちは。八丈島でラーメン屋をしている店主の国見です。ここはどこですか？はい、今日はですね、ちょっとぜひ国見さんに紹介したい方がいらっしゃいまして、はい、その方っていうのが八丈島にゆかりもないんですけど、はい、家族6人で移住されてきた方なんです。6人で、はい、その方々にいろいろお話を伺ってみようかなと思いますので、なるほど、ぜひよろしくお願いします。わかりました。では村井様をお呼びしたいと思います。どうも。どうも、はじめまして。はじめまして。どうもです。村井です。村井様です。あ、山口です。新婚さんいらっしゃる。そうだね。あ、来ちゃうから、新婚さんのよし。新婚さんじゃない。今回お二人ご紹介したいなと思ったのが、八丈島にご家族とかもいらっしゃらないし、ご親族もいらっしゃらないのに、6人で移住されてきたっていう経験が僕はすごいなと思って。はい。八丈島って意外と大家族の方いらっしゃるんですよね。多いですね。多いですよね。でもまあ。地元の人が多いかな。ではまず家族構成を教えてください。はい、村井家は私と妻、そして長男、次男、長女、次女の子供が4人なんですけど、2人ずつで、はい、構成されてます。いい感じで構成、いい感じの構成ですね。一番下は3歳で、一番上は中学校1年生。中学校1年生。はい。三原小中。三原中、三原小、青空保育園。そうです。なんで八丈島に来ようと思ったかっていうきっかけみたいな。そうですね、結局この移住するのになんだかんだで 7,8 年かかったんですけど、もともと妻が福井出身なんですね、はい、私千葉なんですけど、はい、彼女が育った環境はですね兼業農家なので、家の目の前で野菜を取るっていう生活をしていたので、もともと千葉に住んでたんですけど、そういった生活はなかなかできないのでこう移住したいっていう話を彼女の方からずっとしていて、なるほど。ただ場所はこだわりがなかった、自分の本当に好きなとこどこだっけっていうのを探して、素直なまっさらな気持ちで考えたら八丈島になった。じゃあ本当にピンときたみたいな。そうですね。ちなみになんで八丈島を知ってたんですね。八丈島は私の叔父が東京都の職員だったんですね。で、小笠原とか八丈島と大島とか、私が子供の時に水産試験場でずっと働いてて、僕は小学生の時にたまたま八丈島に赴任の時で遊びに夏休み旅に行ってて、すごいいいとこだなと思っていつか住みたいなっていうのを思ってて。そうなんですね。あとなんかすごいジャングルみたいなところ入ってた記憶はあるんですけど、どこもかしこもジャングル三原山だと思うんですよね。渡さんのその海の感じと美香さんの畑っていう感じが合致して八丈島いいかもって。そうですね。移住してくるあたってのお仕事とか別に大丈夫だったんですか？当時2人とも会社員だったんですけど、その会社がずっとフルリモートの会社で、ただまあコロナ前は結構お客さんのところに商談とか行ってたんですけど、コロナになって全部リモート化したので、もう本当どこにいても一緒だなっていうのがあったので、じゃあ仕事は全然問題にはならなかったっていうことですね。貸し立てっていうのはここはたまたまなんですか？ここは本当にたまたまでね。物件を探そうっていう時に不動産屋さんに行って教えてもらったんですけど、あとネットでも調べて、賃貸とか販売している物件っていう数がそもそもなくて、買える価格で、すぐ住める状態の家っていうのが本当 2,3 物件しかなかったので、そこから選んだっていう。なるほど。はい。お買いになったんですね。はい。じゃあもう永住を決めてらっしゃるんですね。素晴らしい。それ死んでもいいと思ってます。素晴らしい。八丈にそうやって何年目になるんですか？2022年の3月の末に引っ越してきたので、今3年目になります。3年目ですね。丸2年経ちました。3年目になって良かったこと、あとそんなはずじゃなかったなみたいなことっていうのあったら教えていただけますか？引っ越してきた当初はその仕事もまるまるこっちで持ってきて、その同じように仕事をしていたんですけど、日中自分の時間を仕事だけに費やしてしまうっていうのが申し訳ない気がしていて、その申し訳ないっていうのは近所の方とか地域の方に
野菜をいただいたりとか、はいはいまあ引っ越してきたし、うん子供も4人いるから大変だよねっていうのでサポートがいろいろしていただいたんです。お返しがもうしきれないぐらいいただいてるんですね。いいですそのサポートのそうですね。行動も気持ちとしてもうんすごいいただいているので、こんなにもらってでもお返ししきれてないからダメだ、もっとちゃんとお返ししなきゃっていう気持ちになって、で今は高齢者の方にお弁当を宅配するサービスが社協さんね社協であって、それのできたお弁当を各家庭に配るっていうお手伝いを週に1回するように。それ水曜日で今日じゃないですか。今日ですだよね、私知ってる水曜日だよね。なんでちゃんとやっていただいた方直接にお返しは少ないしできてないかもしれないけど、やってもらったことを地域の人に返そうっていう気持ちになってその行動が今できていて、ちょっとホッとしてます。素晴らしい。なんか移住する前そんな気持ちになると思わなかったんですけど、移住後に変わったみたいな、そういった気持ちが自然と芽生えてきた。そうなんですね。不便ってのはもちろんあるんですけど、なんだろうな、意外だったので言うと、牛は想像以上にすごいなっていうぐらいですかね。アリとかヤスデとか、シロアリすごいですね。すごいですね。ああ、そうですね。あ、それはもうしょうがない。しょうがない。しょうがないかな。でもそうですね。みんな話題はそれですね。そうそうそう。私がちょっとこうだったらいいなと思うのは、コンビニないとか病院が町立病院しかないとか、なんかそのないことは全く困らなかったんですけど、靴を試着して買えないっていうのが厳しいなと思って、子供の靴って割とこう買い替えることが多いんですけど、スポーツ専門の靴とか履いて買えないのが苦しいなと思って、東京に行ったらまず靴屋さんに靴を買うとか対策してますが、靴ですね。お子様について移住前と移住後と違ってきたみたいなことってありますか？移住前は千葉のもう整備された場所でマンションで暮らしていて、公園ももう人間の手で全部整備されて、木も全部人間が植えたようなところだったので、そこでキャッチボールもしちゃいけなかったし、棒も振り回して遊ぶっていうことも控えてねっていうようなところだったので、それが今はもう竹もぎって竹でチャンバラするとか、大自然ならではの遊びを自ら考えて楽しんでて、なんかそういう姿を見ると本来彼らからにじみ出るファッションを盛大に生かして遊んでるなっていうのが、ここに来てよかったなって。ゲームもね買ってないし。そうなの？買ってないんで。結構島って人数少ないじゃないですか。同級生とか同士のコミュニケーションとかご不安に思ったことないですか？事前情報がそんなに私たちなくて、この貸したての家に暮らすんだ、三原小学校に通うんだってなっても、三原小って同級生何人ぐらいなんだろうとか、全校生徒どれぐらいなんだろうっていうようなところまでは知らなかったんですよね。学年多くても10人ぐらいなんだねみたいな感じで話してて、僕はなんか1人しかいないとかだとちょっとあれかなと思ったんですけど、複数名いたので別にいいかなと。安心して学年こうやって遊びますからね。坂が本当少ないから学年関係なく遊びますね。学年と性別関係なく遊びます。性別は本当関係ないですね。それがいいなと思って。移住前とか習い事ってちょっとだけだよね。スイミングスクールとクモンと空手と、それぐらいだよね。みんな泳げる？スイミングスクールでは結局そんなに泳げなかったんですけど、こっちに来ると6年生は遠泳やるので、そのためにみっちり泊まるので、8畳で泳げるようになりました。遠泳って何ですか？よかった。遠泳って各8畳の6年生の子が野営で45分泳ぎ続けるっていう。すごい体力ですね。すごいですよね。先生もみんな入って。漁師さんとかさ、
そうそう船出してくれて、体制すごくて、あれびっくり、そう警察もそれでそうなんですよ。すごいだから万が一あっても絶対大丈夫っていうぐらいにもう船出してバッチリな体制の中で泳ぐ。すごい。今時そんなイベントあるんだ。すごい本当すごい。もともと昔からうちらの時もあったのよ。私たちの時はでも放置。放置ですか？サポートなんかなくて、先生がいて、まあところどころ陸にいて、うちらだけで泳いで帰ってくるみたいなだったような気がする。まあ昔の子供は意外と放置されて。そうなんですね。多分昔からあるんだよこの遠泳は。それがあったおかげで泳げるようになりましたし、自然に泳げるようになるんですよ。子供。お子さんたちは八丈島でどんな習い事をされてますか？長男は今野球とボーカルレッスンとギター、次男は野球とサッカーとピアノ、ボーカルです。ボーカルもやってる。ボーカルもやってるんだ。ボーカルもやってる。はい。はピアノと卓球はい。一番下は3歳なのでやってます。あ、そうですね。はい。そこで私が驚いたというか、これも島だなと思ったのが、野球とかサッカーのコーチは友達のお父さんだったりするんですよね。そう、みんなそうですね。だからそこでまた同級生の保護者っていうのとまた別の親のつながりができてありがたいなって。めちゃめちゃありますよね。コーチみんな島の子が教えてたりするんだよね。習い事不安なこととかなかったですか？習い事でっていうのはあんまりないですけど、その学習とか勉強の点ではやっぱり千葉にいる頃よりは劣ってしまうのかな、学ぶ機会が減ってしまうのかなっても思ってたし、ちょっと勉強が心配だよっていう実はおじいちゃんおばあちゃんもいたんですけど、その点もパソコンとかオンラインでの学習っていうのが進んでいるので、5教科の部分は十分に学べるんじゃないかなって思ってますし、あとはこちらに赴任される先生方は八丈島とか島で教育してみたいっていう志のある方が多いなと思ってて、なんでそういった方々がその先生たちがチームになって子どもたちのサポートしてくれるので、その5教科を学ぶっていうところは全く心配してないです。八丈に越してきて街がもっとこうなったらいいなって思ったことなんかありますか？私たちが困ったのはやっぱ家探しなので、もっと八丈で暮らしたいとか子育てしてみたいっていう方がいると思うんですけど、家財道具を入れてはい今から住めますっていう状態の家が普通にあると物件であるとってことですね。家ですね。一応最近移住協賛ってできたんだよね。家です。こうしてほしいっていう話じゃないんですけど、意外だったのは町が主催でいろいろなんかオーケストラとか寄席とか呼んでくれるじゃないですか。そっちから出ていって何か芸事に触れるとかって難しいんですけど、結構町が呼んでくれたりするので、僕はそれすごいありがたいなというふうに思って。なるほど。それはじゃあ八丈に越してから気がついた。気がついた。はい。やってますね、確かにいっぱい。土日本当にもう海行くか山行くしかないのかなと思ってたら、いろんなイベントがあるので、こんなイベントの多い島ってそんなないんじゃないのかなと。あ、そうなんですね。確かにイベントはいっぱいある。八丈島ならではなのかなとかっていうふうに思ったりしてますね。そうかもしれない。八丈島半化粧が多いのでね。半化粧で、島弁です。半化粧って言うんですね。でも町がやってくれるのはいいことですね。いいこと、すごいいいことなんで。じゃあもっともっと町にいろんなことやってもらいたいと思います。では八丈島に越されてこれからやってみたいこと、チャレンジしたいことみたいなことってありますか？私が八丈島に来てこれあったらいいなって強く思ったのがドーナツなんです。はい。ドーナツすごく食べたくなって好きってことですね。すごい好きだってことに気づいたんですで作ってみたらそこそこ美味しいので、ドーナツ屋さんが島にあると島も華やぐなって思ったので、ドーナツ屋さんがいつか開けるといいなとは思ってますが。夢、素晴らしい夢あるの。実は僕も事前にいただいてたんですけど。何を？ドーナツを。あ、そうなの？私まだ食べてない。めちゃめちゃ美味しいです。本当？美味しかったです。レモンの味しました。レモンの味しました。フルーツレモン入れた。あ、島のやつですね。みんな大好きですよ、フルーツレモン。めっちゃ美味しかったです。島に来て思っ
ったのが、人生においてこう一般的にはこう選択肢がいっぱいあるとか選択肢が広いっていうことってすごくいいこととか、なんかそのためにみんなこう勉強しようとかっていうふうに言いがちじゃないですか。ですけど今って結構選択肢が多すぎて選べない時代だなと思っていて、八丈島ってやっぱり海で囲まれてはいるのでオンラインとかでできるところあるんですけど、やっぱ選択肢は少ないんですよね。その選択肢がないということが結構幸福度につながるというか、迷わないというか、すごいそれはもう、はい、やっぱ限られた環境の中でじゃあ最大限自分たちどうやって生きるかってあったりとか、どうやって楽しむのかっていうようなそういう思考になるので、それがいいことだし、そういう思考ができる方っていうのはやっぱ合ってるのかな、そうですね、はい、すごいそう思うね。一個だけ今すごい思う、虫ですね、ネックは。ネック虫ですよね。虫がね、どうしてもって方はもちろん虫ですね、本当に。あれですね。慣れるしかないですからね。慣れるしかないのと、あとまあ高気密の住宅に住めば侵入は防げるのかなっていう。そうですね、確かに。私は毎日キャンプしてるなっていう気持ちで生きてます。虫？鳥の声で目が覚めるのも、虫が多いのも、湿気が朝すごいのも、はいはい、カビもやばいですよね。キャンプでテント泊してるみたいだって思うと、だからしょうがないなっていう風に気持ちを落ち着けてます。なんかいいお話がたくさん聞けちゃいましたね。本当ですね。今日は村井さんを通して島暮らし、子育てについてをお話聞いたんですけれども、島暮らしに対してのコメントあったらお待ちしてます。また見てね。バイバイ。バイバイ。